ウィーバこれよくできてて、ウスバーでね、真ん中本当昔から儀礼とかで使うみたいで、ー。おお、吸ったことがないんですウェーブに相性いいです。相性いいんですか。相性いいです。すごく今先生が言われたの分かったけど、ウェーブと相性がいいの、これが。はい、ウェーブ入ってます。原点に社宅です。ニーニーぴょんぴょん。はい、はい、たくちゃん、はいよ、前回ですね、はいよ。グル家族のくくりナイフ、ん紐解いたじゃないですか、稲川先生に。独特なね、道があってね、本来はナイフって手首の返しも必要なんだけど、グルカナイフって実は手首の返しが結構いらなくて鋭角に入っていくっていうね。小浜スイカがパカーン割れたじゃないですか、ね、で今日はですね、はい動画の中で一瞬出たんですけれども、あれね、バンビーのナイフね。ジャンビアナイフ、ジャンビアナイフね。アラビア半島で使用されている17世紀ぐらいから、オスマン帝国の、自由人としての誇りとして、イエメンでは14歳以上にならないと持たせてもらえない、ジャンビアナイフっていうのがあるんですよ。でそれが一瞬動画の中でちらっと出たでしょ。なのでですよ、ジャンビアナイフの切れ味を先生に今度は解説してもらって検証したいなと。それじゃあ早速お呼びしましょう。はい、稲葉先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これかな。そうでございます。これだよね。そうそう、これはね、俺担当がですね、やっぱり自由人としての誇りということですごくちょっと興味がございまして、これもねよくできてて、ウスバーでね、真ん中本当昔から儀礼とかで使うみたいで。そうです。なんか戦闘以外でも宗教儀式とそうか結婚とか割礼とかでも使われるって聞きまして、作りがねやっぱ儀礼っぽく、こっちの刃物もいいけど、ほらこの辺シルバーで、銀で全部埋め込んであって、たくさん触ってみてください。つるつるの、つるつるなんですね。全部埋基め込んで本的にあれですか先生、これ両刃って聞いたんですか？そう、なんかね刃はねほぼねついてないんですよね今。なるほど。先生、前回くくりナイフの時はあれやっぱヘッドが重たかったじゃないですか。このジャンビアナイフはこれはね重さ的にバランスはどうなんですか？がねこのぐらいだから、逆にケツの方が重いです。ちょっと待ってください。なんかケツの方が軽くないですか？軽い、くくり持っちゃうと本当に軽い、ふわーっとね羽のような軽さを持ってるんで。今坂口動いてますけれども、そういった動きに適したナイフがジャンビアナイフ。馬上とかではいパッとこう馬に飛び移ってこう決戦とか合戦みたいなになった時にこういう風なのをスッと出して、だからアラビアのロレンスとかでも出てきそうですよね。そうですね。こういう角度の、映画「リボン」ではそのカランビットナイフっていうものが使用されたわけなんですけれども、手首のその柔軟さとかも必要だと思うんですけども、このジャンビアナイフもちょっと坂口にちょっと教えていただきたいんですよね、使い方っていうのを。なんかですね、たくさんこれ普通こうモノポット渡せるとこっちがエッジのように思うんですけど、思います。実はククレにやっぱ似てまして、逆の方が自重がきやすいんですね。自分はなんかイメージ的にこっちのエッジの方がカラメットにちょっと似てると思うんですよ。これはスーッと多分一番効きやすい形状になってると思うんで、今日なんか用意してくれてるみたいなんで。ただ先生、これ担当を持てるのは14歳以上になってかららしいんですけども、その辺がやっぱ向こうの成人戦士っていう、日本だとやっぱり同じぐらいに担当とか戸塚とかは渡されてたんで、それと同じように戦士がやっぱ持つものだと思うんですよね。簡単なこと言うと、多分これ思いっきり曲げたら曲がりそうな気するんですよ。丈夫じゃないものを家宝に代々していって、柔らかく使うその戦士の体術っていうんですかね、そういうのを極めていくと、多分こういうものでも切れ味が出てきたりっていうふうにしていくと思うので。ちょっとだから西洋の剣って結構力技で切るものが多いけど、やっぱりこれっちって技術っていうか、体の柔らかさとか手首の柔らかさがないと、これ自体がやっぱ曲がっちゃうってことなんでね。グニュッと曲がっちゃうと思うんで。じゃあ今日ね、我々ちょっとあるものを作ってまいりましたので、その切れ味というものをですね、見せていただきたいなと。そうですね。そういった企画になっております。よろしくお願いします。ぜひお願いしましょう。では、あしゃちゃん、おいこちらでございます。おお、す
ごいですね。これはですね、我々恒例のさすまたでございます。そうだよね、さすまたに新聞紙つけたんだけど、はい、要は近くで確かにこういつもみたいに持ってたら危険だから、本当に危険かどうか、じゃあファンタジー取締りにちょっと寄ってって言われても、ちょっとさすがに俺もこれはできないので、そうですね、リアルブレードは、ここは体張れないんで、ということで私これを作りました。先生いかがでしょうか。これでですね、切れるもんなんですかね。切れると思いますよ。持ってる方が揺れないけど、でもこれやってる揺れる分切れづらいけど、多分先生あれですよね、柔らかさ、そうですね、柔らかさでいけばっていう感じは。逆に先生あれですから手首とかがですね、力んじゃったりとかしたら切れない。そうですね、破れると思うんですよね。切れるかどうかというこのやっぱ単語のちょっと違いというか、この新聞紙を壊せるかって言えば何でも石とかでも破れると思うんですけど、本当にさっさっさっとこう切れるかどうかっていうところでちょっとこう試してみたい気がしますね。ただ本来のジャンビーヤだったら両刃で切れるとは思うんですが、さっき先生あれ握ってませんでした？握ってます、握ってます。ということはもう刃が落ちて、そうですね、ついてないんですね。ついてないので切れないですよね、そもそも。いけると思うんですよね。この薄さが切れない鋼である程度で作ってあるんで、薄さと柔らかさがあれば新聞紙を切れるんじゃないかってちょっと思うんですよ。これでもタクちゃん難易度さらに上がったんじゃない？ちょっとあなたもやりたいんじゃない？じゃあちょっとさせていただきますね。それナイフなんですね、あなたの拳は。手のナイフ。ちょっと待ってください。これもしかして石井東郷先生お得意の新聞ぶち抜きじゃないんですか？そうですね。これさらに人が持っていない、難易度高いです。手ナイフで。おお。で企画違う。企画違うね。じゃあ先生、すいません。2枚目用意しました。もう余興は終わりました。稲垣先生、じゃあちょっと見せていただきたいんで、よろしく。わかりました。じゃあなんかこのままシャーってやってもあれなんで、ちょっと相手と戦ってる感じで自分がいつもやるナンバーみたいのでいってみたいと思います。じゃあいきますね。1回目。どうでしょうか。いや、素晴らしいです。この要は切れてますでしょうか。これ新聞が、いやちょっと破けたかな、大丈夫。切れてましたかね。じゃあここだけ先生ちょっとミスりました。皆さんすいません。いやでもこれ新聞が人体と思ったら怖かった。こういう戦いを何発も何発もこう行きながらこうこの辺も多分ちゃんと切れてる。両刃ないですよね。だってこれ両刃ないの。なくてもこんでやっぱスピードと柔らかさでいけててね。先生あれですか、ここがちょっと切ったのではなく破れた。どっかだよね。そうですね。ここですよ。破れてますね。ここの状態がちょっとだけ破れた。 V にちょっと横のひねったらちょっとビリビリビリとひねってビリビリビリって。でも後のところは完全にあれだった。切れてた。いやすごい切れてる。すごい。これタクちゃん視聴者の皆さんに説明してほしいんだけど、簡単にやっちゃったんでできるんじゃないと思うけど、絶対これできないよね。できない難しいね。やっぱこれが物語ってんでね、ほらちょっとシャカシャカだったでしょ。要はナイフとして綺麗に成立してないからこうなってる。それでも柔らかさとスピードでやってるからこう直線的にはなってるんだけど、刃自体がやっぱりボロボロではあるからちょっとギザギザになってる。ちょっとギザギザになっちゃって。いやこれは視聴者の皆さん、スピードと柔軟さがないと絶対に切れません。破れるんですよね。タクさんも一回試してみませんか。ちょっとやったことがないんですけど。上に相性いいです。相性いいんですか。相性いいです。柔らかいほど頑張ってくれます。本当ですか。ちょっと背中の肩骨流してみてください。じゃあタクちゃんちょっと先生に今教えてもらったんでやってみましょうか。そうだね。いや俺ミンチにしてどうすんだよ。じゃあファンタジー取締員がじゃあ標的になりましょうってできるか。できないよ。これはできないよ。これはできるか。ちょっと本当に体柔らかく使ってウェーブをかけていかないと切れない。そうですね。先生。相性良くないですか。いいですね、相性が。背中で相性いいと思うんです。相性いい。すごく今先生が言われたの分かったけど、
ブと相性がいいのこれが。ああだからできたんですね。そうウェーブがかかるからスッていけるのよ。柔らかいほどちょっと待ってください。じゃあもう私も一回やってもらっていいですか。それがいい。なんかこれ簡単にできるんじゃない。そうだオーダーやった。いやすごいよ私これ本当に相性いいですよ。なるほど。じゃあ一般の僕がねやってみてください。硬く、そしてスピード遅くだったら切れない。もうそんな気にしなくてこれで切ってみようって一回やってみて。分かったで俺もちょっダメですと今太田ごめん、はい多分今の分かったな明日な。太田は俺できないぐちゃぐちゃになる期待してた、はいだからその顔してたよね。そうですできるんかいと。そう俺ここカットしようかと思ったの。そう俺パッて太田見たらえって顔してて俺何を間違えたんかなと思っておりました。そういうことだったんですね。そういうことです。俺は切れないと。だからやっぱ稲川先生はすごいなっていう表現したかった。そういうことです。じゃああれですね、は僕が硬くてスピード遅かったらできないですよ。破れるだけですね。そうですじゃあやってみましょう。じゃあじゃあ俺これ持つか。芦田カメラ持っておいて。じゃあ太田さん太田俺これ新聞で太田が見えてないのよ。であれだけやめてよ。でたまに素人がさ力んでやって飛ばす時あるから。なるほどそれ飛んでもブーメランになるからね。わかりました。では太田さんよろしいでしょうか。はい、じゃあここね、はい一般の人ってみんな力んじゃうんですよ、はいここだけ脱力することできないんですよ、ね、であとスピードも坂口拓みたいに速くないわけですよ、はいってなるとどういうふうになるか。いいよどんどんやってってみて。破れたでしょ。こんなふうになってそうわあかります、はいこれ切れてないんですよ。これ破れてるだけなんです。あ破れてますね。破れてるんですわかりますはいコツとしてはなんかすぐ教えたらなんですけどこの考察のこうはいってあるでしょ、はいそこがねライン切るんですよ。はいここがライン切ってそこを打って次1センチ下切れてます。こうやっぱりなめすといっちゃうんで、ここあたりを私はちょっとねこう力んでもいいからまっすぐにはい破れてるね。破れてるね。あー切れ味がやっぱでももうちょっと頑張ってよ。一応なくなるまでやってよ。最後バチンと頑張ってトルなんで頑張って。破れちゃった。はいほらみんな破れちゃってるね。違いますね。って確かに。いうことなんです。はいいやこれさすまたの回でやってっていうことで視聴者の皆さん手首が硬くてスピードがないと切れるのではなく破れる。坂口と稲川先生ができたのは手首が柔らかくてスピードが速いから切れたということですので検証結果よろしいでしょうか。は100チャンネル。でもね私も練習していけばね、はいこう実は太田の最初の1投目意外に良かったですよねいい入りしてたんですよ。は意外に本当にちょっと使い方を覚えればこのカーブがそうなんですよちょっと素人の方でもウェーブっぽく入るようにできていますよね。できてますそうですやっぱ選手の道具っていいですね、世界中のそういう選手の道具っていうのはすごい、これから選手のローグシリーズもね。そうですねやっていきましょうねいろんな斧とかもトマホークとかもインディアンのいいですねネイティブアメリカンの僕はねインディアンのスー族とかねダコタ族とかねホピ族インディアン大好きですそうですよね先生確かインディアンの武器も持ってたから。そうなんです。そうです結構持ってるんで、ということで視聴者の皆さんまだまだねどんどん先生にね使用してもらいたい武器もコメント欄に書いていただければ検証していきますんで、はいということでこのチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録してくれてありがとう。ウィーバー